こんにちは。こんにちは。小森美です。今回はバンライフをして1年が経ったということで、まとめみたいなことをやっていきたいと思います。実際私たちは、去年2021年の10月20日から福島県から出発しました。少し改めて自己紹介の方をしていきたいと思います。伊藤翔平です。年齢が26歳になります。前職が電気会社に勤めてました。伊藤遥です。28歳です。前の職業はサービス業をやっていました。バンライフ1年が経ったということで、経験して思ったことなどいろいろあるので、そこをちょっとね、少しの情報ではありますが発表していきたいと思います。で、項目が大きく分けて、4つにまとめました。1つ目が旅先であってよかったなって思ったものと、いらなかったなっていうものをまとめました。2つ目が12月から3月までリゾートバイトを私たちはやってきました。で、そこで思ったことをね、メリットデメリットこの方を話したいと思います。3つ目はお金問題。どっちかっていうと車検だったり税金だったり旅以外でかかっていたお金をちょっとお話ししたいなと思います。4つ目、バンライフに欠かせない場所、私たちなりの場所を発表したいと思います。最後余談でね、バンライフしてて夫婦問題はどんな感じなのかなっていうのも少し話したいと思います。まず1つ目が旅先で必要だったものと、不必要だったもの、そうだねっていうことで、1つ目がポータブル電源、私たちはジャークリーさんのポータブル電源を使用させていただいているんですけども、やっぱり電気がないとスマホの充電だったり、カメラの充電だったり、部屋の照明だったりと使うところがね、そうだね、いっぱいあるっていうところで、使う時も容量とかもしっかり大容量買おうっていうのを決めてね、躊躇なく決断しました。2つ目はバリュミューダです。バリュミューダは、ランタンなんですけど、お友達からのいただき物、本当に役に立つ。こういう DIY とかしてない人、ランタン一つ持ってたら全然いいなって思ったので、かなり大切にしています。3つ目がポータブルの扇風機で、夏が暑くてどうしようってなって、すっごい暑かったよね。さすがに初めての夏のバンライフでさ、北海道だったけどしんどい時あったもんね。そうだね、今後まだちょっと暑い日々が続くって思って、購入させていただいて、折りたためて少しコンパクトにも、あと USB ポートもついていて、手元で充電もできるという便利でもあって、まだ使ったことはないんですが、加湿器の設定にもできるらしくて、今後乾燥する時期も出てくるから使っていきたいなといいね、思ってオールシーズン対応、で、風力も3段階あってよかったね。4つ目がシンク、今隣にあるっていうのも、旅が始まってからはシンクがない状態で旅をしていて、食べたりする中で水がないのがちょっと私たち的にはすごくしんどくて、キッチンをつけてからかなり楽になったよね。生活がしやすくなったということで、私たちはキッチンを作ってよかったなと思います。次がキャプテンスタックのステンレスボトル、保温保冷が効くということで、よく私たちは湧き水を汲んでするけど、結構長い時間冷たい、そうだね、美味しい水が飲めたり、またトレッキングとかするとたまに火が使えない場所があるので、そうなるとやっぱお湯欲しいなと思った時とかに、そのステンレスボトルに入れていくと、多分8時間ぐらい保温効いてるんじゃないかなっていうぐらいいいよね。8万台の動画もあるね、でカップラーメンを食べるっていう、お昼ご飯だったんですけど、そこで使った時も全然ね、いやめっちゃ良かったよね。時短というか、なんかそういう手間がちょっとできないなっていう時は、いいと思います。重宝してます。で、次が逆に不必要だったもの、これはなかなか知らないと思うんですけど私たち手動の洗濯機をね、一番最初この車に積んで、このコモちゃんに積んでてこんな大きい、結構大きい。そんなちっちゃくないって。結構大きい。こんなだよ。45センチぐらいある。洗濯でやっぱ赤になんないなっていう考えは当時あって、やっぱ最初旅してる人のを見てて、お金がかかるっていうのをちょっと先に情報を得ていたから、手動の洗濯機使ってちょっと水さえあればできるんじゃないっていう風な考えで洗濯機を
まあ先行投資したんだよね。まあ言って3回くらいしか使ってない3回ぐらいしかもなんか怒られてたよね。1回怒られたね。1回マジで怒られて、私はそこで手動洗濯機はちょっと日本では向いてないと思いました。まあ経験できてよかったよね。2つ目は靴ですね。靴を7足持ってってました。翔平くんはどっちかっていうと割り切って抑えて3足で、最初から少なめで行ってました、すごくなんかおしゃれとかを重視したりして旅がしたいっていう子は別なんですけど、結局私が7足から4足に、トレッキングシューズ、サンダル1つ、靴、ブーツの4足になりました。翔平くんも3足ともともと少なかったんだけど、運動靴をなくしてトレッキングシューズとサンダルの方を2足でやってってるね。3つ目がハンガーということで、先ほど話した洗濯機にもつながるんですけど洗濯を手動でするっていうことで、ハンガー多めにね、結構ガサバってた。ガサバって結構あったもんね。大体4つか、4つぐらい、乾燥機をかけてもちょっと乾かないのも少しぐらいあるので、それを干せる程度ぐらいに、ハンガーを減らしたね。はい、じゃあ4つ目は IH コンロです。IH コンロが、思ってる以上に私たちからするとちょっとポータブル電源からの消費電量が多いかなっていう感じでした。毎日使うわけじゃないんですけど、料理はしたいなっていうのがあったのでガスコンロに変更しました。結果良かったなと私は思う。私っていうならガスボンベがね、岩谷さんと他社の、けどやっぱこう全国回ってるとある岩谷さんの方が心配はないかな。どこにでもあるっていう感じだもんね、イメージ的に。石垣とか行って余計思ったもんね、なかったよね。私たちが使ってるそのメーカーさんっていうのかな、がちょっと全然売ってなくて、キャプテンスタックの方のガスを使ってみたりしてね、かえってちょっと高上がりだったかなとか、いろいろそこはありました。一つ言えるのは岩谷さんはいろんなところに売っているということですね。これがあると便利だなって思うもの、一つ目 JAF カードですね。自分が会員になってるんだけど、結構こう優待が利くお店がね、いっぱいあったり、温泉だったりこうファミレスだったり、非常に道の駅とかにもね多い、あるから便利だなと思いました。実際になんかその旅を始めるから JAF に入ったとかっていうわけではないんだよね。そうだね、旅出たら意外な形でね、こう利用することが多かったですね。かなり割引効いてると思うよ。結構温泉は本当に助かってるなと思う。翔平くんだけじゃなくてさ、その一人何人まで有効っていうのが多いから、一緒にお得になってる気分でいいカードだね。じゃあ次、冷蔵庫です。ルームツアーの時に、いろいろとお部屋の中を紹介しました。でその時に、クーラーボックスを紹介したんですけど、本当に夏すごくちょっとひどいというか、冷たくして冷たい飲み物が飲みたいなとかやっぱ思った時に、結果冷蔵庫が欲しいなと思いました。3つ目がソーラーパネルなんですけど、当初旅出る時は、ソーラーで充電をせずにいろいろ考えていて、実際旅出たら天気いいなっていう時が多くてね、ソーラーパネルがあるとポータブル電源の方もちょっと公園とかによって広げて充電できたりするので、やっぱすごく便利かなって思うことがあります。2つ目の項目なんですけど、リゾートバイトをね12月から3月3ヶ月間、石垣の方でお世話になりました。でその中で、メリットと、デメリットを少しお話できたらなと思っております。寮が完備されているということですね。Wi-Fi もお風呂も、あるところは多分キッチンも、完備されているっていうところがリゾバのメリットだと思います。2つ目がロケーションが良いところで働ける。リゾートバイトした場所も目の前が夕焼けが綺麗とかね、でロケーションが良くて仕事中もちょっと気分が上がったりね。本当それは言えてる、沖縄ならではの良さが感じられたね。では次は人との出会いがやっぱりあるなっていうところです。でリゾートバイトしてる方々っていろんな人がいて、もう日本一周中なんですとかって言うと、いや僕も何々でこうして回ってたとか、すごいなんか近しい存在の人とかとも出会えたり、あとはもうやっぱりワーホリ、海外に次行きたいからそのために今リゾートバイトしてるんですとか、夢を持ってる方が集まってて、なんかもう刺激のある毎日だなって、年齢も関係なくね、いろんな人と関われてよかったなと思いました。次はデメリット1つ目なんですけど、車の輸送代が
高い。まず大阪から石垣まで8万7000円、かかりまして、約15万ぐらいかかる計算になりました。車持って行ったけどもコスパを考えると、車をちょっと実家などに置いて、体だけってくっていう手段であちらでレンタカーを借りるっていうのが多分ベストだったかなって思います。2つ目、さっきメリットで出た量なんですけど、私たちはたまたま2人で一緒に同じ寮に入ることができたんですけど、もしかすると別々の寮に夫婦の場合はなるかもしれないっていうデメリットが、その会社によってなんだとは思うんですけど、私たちの、例としてはそういうこともありました。はい。なので、デメリットって言っていいかわからないんですけど、2人で一緒にずっと同じ寮でっていうのは絶対じゃないよっていうところでした。はい。ちなみに私たちは2人で一緒にね同じ場所で同じ寮でっていう生活ができたんですけど、やっぱ最初とかね、夫婦とかカップルとかっていうのはちょっと引き受けてないですっていうお断りとかも全然あったので、絶対できるっていうことはないというっていうのでデメリットに入れました。はい、はい、3つ目が、自分に合ったジャンルの職を探すということなんですけど、今回はレストラン業務にね2人ともついたんですけど、2人ともやっぱやったことがない、楽しかった部分もあるけど、少し大変だなと思う部分が未経験の分あったかな。でもそれ以外にも飲食の業務を学べたのはね、なんかすごくでかかったよね。そう大きいね。結果なんかデメリットじゃなくなってるような感じだけどこれできそうだなと思う業務を自分にもっと経験積ましたいっていう人がいればいろいろやってみるというのは選択肢だと思います。はい、そうだね。そんなことで、リゾバのメリットデメリットの方は終わりです。ちなみに私たち今国民保険の方に加入しているんですけども、リゾートバイトをするときにね、契約を雇用保険の方に切り替えたんですけども、それにつれて、国民保険の脱退の手続きもしなくちゃいけないんですよ。で私たちはそれを忘れていてね、市役所の方から、脱退の手続きをお願いしますと、改めて通知が来て、そこで郵送で脱退することはできた。基本的にきっとこういうことって大体言われないことが多いと思うので、なんかこれはある意味勉強になったなって思ってね、今後リゾートバイトをするかわからないですけど、ちょっとそういうのも頭に入れておいた方がいいのかなと思いました。調べたところ、脱退も再加入も郵送でできる、今はなんか電子マネーでもできるらしく、旅をしてる人でも手軽にどこからでも手続きと脱退の方ができると思うので、もし参考になればと思いお話ししました。次の項目なんですけど、もう1年間にかかった費用ということでお話ししていきたいと思います。まず固定費について話していきます。車の車検ということで、車検はだいたい10万円かかりました。で私たちが乗ってるこのコモちゃんなんですけど、レジャーセースというんですが、貨物仕様で登録を取っておりまして、1年間に1回の車検となっております。で今回お家の中のリフォームを兼ねて荷物などを全部下ろして車検の方に今回は出しました。このまま積んだまま車検が受かるかって言われるとまだ分かんないね。謎だね。今後やるかもしれないのでその時は報告します。一応車検自体は、全国どこでも受けられるらしくて、一応このまま継続車検を受ける場合と手元に自動車税の納税証明書があれば、全国どこでも手続きの方はできるらしいです。次は税金ですね。旅をして最初は、1年間をめどに旅をするっていうことだったので、出発する前に全部税金は払ってきています。結局1年以上旅を続けてることになるので、また新しい税金が来たんですけど、その時は実家から郵送して送ってきてもらうようにしてます。でちなみに年金の手続きを、免除する手続きを私たちはしています。それも出発する前に
手続きをしてきてっていう形で、また免除手続きをしてる形になります。はい、返金の方はね、まあ地元に戻らなくても郵便輸送の方でも手続きができるらしいので、まあ、今後もしまた何かあった時は心配なくどこからでも手続きの方はできると思います。次が携帯代です。私たちはこう旅に出る前に2人とも格安 SIM の方にね、変えました。で今 UQ モバイルさんの方を使ってる。月額だいたい2キュッパか、まあ、使わなかった分私たちはこう Wi-Fi 持ってないんで基本的に通信量をそのまま使ってるんですけど、ナビを使っててもね、全然余裕で15ギガのプランだけど全然やっていけてます。固定費はこんな感じでやりくりしてるかな。そうだね。まああと Netflix と音楽を聴くアプリの方にの固定費があります。で1年間のおよそ192万円を使いました。ガソリン代とグルメ、食費と、観光費か。そうだね。だからちょっと予算的にはもっといくかなって思ったんですけど、このぐらいの金額で1年間、生活できたかなっていう感じです。出費は多いかもしれないですけど、その分ちょっと働いたりもしてね。次はバンライフをしててここは欠かせないっていう場所を少し紹介していきたいと思います。4つ紹介します。1つ目が欠かせない快活クラブ。シャワーを浴びるという目的もそうなんですけど、ジュースも飲めたりソフトクリームも食べれたりちょっと娯楽ができると利便性も兼ねてよく通っております。もともとは旅が始まってからはさ、私たちはその快活のシャワーを知ってはいたものの、経験したことなかったじゃん。でもやっぱりバンライフを始めて日本一周始めてたくさんその快活を使っている旅人さんにすっごい出会うようになってね、これはちょっと経験してみようかっていうことで経験したらすごく良くて、快活マスターになってるね。そうだね。すごくいいところ、いいと思います。ありがたいね。旅人にはありがたい。じゃあ次、Wi-Fi とコンセントが完備されているお店です。この中でも、王道な場所、私たちが行ってる場所が、一つ目が、マクドナルドさんと、ガストさん、系列のコーヒー屋さん、スターバックスだったり、ドトールだったり、タリーズだったり、そういう感じで、そこで滞在して調べたり、YouTube を作成したりしてます。3つ目なんですけど、イオン系列のお店、主に言うとイオン、マックスバリュー、ザ・ビッグと、かなりお世話になってます。もうそこをめがけていってるような感じかもしれないですね。でイオンさんにはよくお水、無料のお水があるので、もらいに行ったりとか、最初にこのボトルをもう買ってしまえばお水を無料でいただけるっていうシステムがあるので、それをいつも使っています。結構みんな使ってるかもしれないね。じゃあ最後、私たち湧き水を汲みによく行きます。で調べると結構湧き水あるよね。キッチンがあるので、タンクに積んで、いただいたりしてて、で飲食食べたりするっていう時はだいたいやっぱり煮沸させて、飲んだりしてます。飲んだり食べ物に美味しいよね。やっぱ湧き水でご飯炊いたりさ、料理するとね、違うよね。本当に美味しい。一石二鳥。もうバンライフ1年間、もうほぼ24時間一緒にいますね。どうですか？あるようでないような。あるようでないような。もう半分半分。ちっちゃい言い合いがね、増えて。本当に止まらないなって。やっぱ一緒にいる時間が多いからか、小さなことで小さなぶつかりが多いなって思う。そうだね。その分切り替えも早い気がするけどね。一人の時間がないと。そうだね。一人の時間がない。これは本当にない。本当にないね。お風呂以外ない。あの時はさ、2人でずっと一緒にいたいって言ってたのにさ、今ずっと2人にいたら1人の時間が欲しいって言うんだもんね。矛盾してるけどそれがいいね。でもやっぱ2人の時間ね、本当に多くなって、いや本当によく翔平くんが言うけど、すぐに共有できるのは本当にいいなって思った。前はさ、どっちかっていうと仕事帰ってきたらさ、お互い仕事が終わったら溜まってるものがさ、その短い寝る時間までの3時間ぐらいに切り詰めて喋ってたみたいなとこあったから、一緒にシェアできるのは
すごく楽しいなってうん本当に思います、はいいやーどうでしたかね。ちょっと内容が結構ギュッとまとめられたような感じもしますビビたる情報なんですけど、もし少しでも参考になってくれたり、1年間のバンライフ旅いろいろ本当にうんね、毎日充実してて、で1年間で私たち旅終わる予定でねうんいたんですけど、全然今47都道府県中20件20件まだ半分残ってまして、で2年目突入っていうことで、これからが本当にちょっと資金の方とかも、1年目は新婚旅行、2年目からがちょっとどんな風にバンライフをしながら生活していけるかなっていう感じを挑戦していけたらいいなって思ってます。2年目の伊藤夫婦もよろしくお願いします。よろしくお願いします。気になる点とかがあったら教えていただけた方がね、こっちもまとめやすくて、いいなって思うので、よかったら全然聞いてください。楽しかった。最後まで見てくれてありがとうございます。はい。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。